どうもこんにちは、まみよしです。iPhone 17シリーズ発表されたんですけども、どの機種からだったら買い替えるべきなのか結構悩んでる人多いと思います。今回はそんな方に向けて iPhone どの機種なら買い替えを検討するのか、どの機種だったら絶対に買い替えるべきなのかっていうのを解説して、実際にどのぐらいバッテリー持ちとか性能が変わるのかっていうのをチェックしていきます。今回の iPhone 17買うか迷ってる方はぜひ参考にしてみてください。ということでチェックしていきましょう。まず今回どの機種からだったら確実に買い替えた方がいいかというと、こちら iPhone 11になります。iPhone 11に関してはこんな感じでベゼルも太かったり、バッテリー持ちが悪かったり、端子もライトニング端子だし、あとはマグセーフに対応してないので、今使っていくには結構きつい端末になってると思います。なので iPhone 11の人は迷わず買い替えても OK。続いて iPhone 12の人に関しては iPhone 17発売前だったら、まだ買い替えなくてもいいかなと思ったんですけども、今回買い替えていいと思います。iPhone 12に関しては発売から5年経ってるので、バッテリーの劣化っていうのもかなりしてると思うし、 iPhone 13と比べて iPhone 12はバッテリー持ちもあんまり良くないので、 iPhone 12に関しては今回変えちゃっていいと思います。それぐらいの進化がありました。続いて iPhone 13の人に関しては変えても変えなくてもいいかなっていう感じ。4年経ってるんですけども、バッテリー交換とかすればまだ使えるかなっていう感じの性能あると思うので、普段使いで連絡取るとかネットサーフィンぐらいしかしないよっていう方は iPhone 13のまま使い続けるのもいいと思います。ただ個人的には今回 iPhone 17の進化めちゃめちゃでかいので、全然買い替えてもいいと思います。で iPhone 14に関しては大体 iPhone 13と一緒なので、こっちも変えてもいいし変えなくてもいいしっていう感じで、 iPhone 15に関しては USB-C になってるので、まだ買い替えなくてもいいかなっていう感じ。ただ今回 iPhone 17120Hz のディスプレイになって画面が滑らかになったので、買い替えてもいいとは思います。 iPhone 16使ってる人に関してはまだ買い替えなくてもいいと思います。ということでまとめると、 iPhone 11は絶対買い替えるべき、 iPhone 13はバッテリー交換でも OK、 iPhone 15はそのまま使えるけど 120Hz とかを欲しいんだったら買い替えてもいい。 iPhone 16もそうだけど iPhone 16だったらまだまだ全然使えるスペックになっています。あと Apple Intelligence とか使いたいんだったら iPhone 15から変えてもいいと思います。なので iPhone 13以前の人は変えるっていう感じの認識でいいと思います。ということで途中なんですけども、 iPhone 17シリーズのアクセサリー紹介させてください。まずは iPhone ケース。今回の iPhone Pro シリーズに関してはリンゴマークが今まで真ん中だったのがちょっと下にずれて、こんな感じで透明ケースを使うとちょっと違和感があるんですよね。なので今回ケース選び結構大変なんですけども、めちゃめちゃシンプルでいいケースがあって、モフトの iPhone 17シリーズ対応モバスレザーケースになります。実際に iPhone 17 Pro のモックにつけてみると、こんな感じでかなりシンプルなデザインになっています。でこのケースの特徴に関しては、モフトが作ったモバスビーガンレザー、握った時にちょっと柔らかみもありつつ肌に馴染む感じで手のフィット感がいいのと、あと高耐久で普通のレザーケースよりも汚れにくいのが特徴になっています。カッターでやるのは全然良くないんですけども、こういったカッターのちょっと尖ってる部分、こういったところでゴシゴシやったとしてもこんな感じでね、傷がつきにくいのがわかると思います。なのでレザーケースにしてはかなり耐久性高くなっています。でそしてこういったレザーケースだと基本的にカメラコントロールの部分切り抜かれてるタイプが多いんですけども、こちらはしっかりとカメラコントロールボタンを搭載。もちろんシャッターも切れるし、横にスライドでパラメータをいじることもできます。でそしてこれレザーケースなんですけども、内側にマグセーフを搭載しているので、こんな感じでマグセーフアクセサリーをぴったりと貼り付けることができます。磁力も結構強めなので、シンプルで耐久性の高いレザーケースが欲しい、カメラコントロールもマグセーフアクセサリーも使いたい、そんな方におすすめなケースになっています。でこのモフトに関しては今回新しいアクセサリーが出てまして、モフト多機能カードケース&スタンドマグセーフ対応モデルになります。まずは iPhone の裏面にマグセーフでペタッと貼り付けられます。でそしてカードケース部分を起き上がらせてあげると、マグネットでパチッとくっついて、こんな感じでスタンドとして使えます。 iPhone を横向きにして横向きのスタンドとしてももちろん使えます。なのでスタンド機能も搭載してるし、ここの部分を開けると、こちら小銭とかカードとかレシートとかそういったものを入れられるウォレットになってるんですけども、こちらこんな感じで広げてあげることができます。中の構造はこんな感じになってます。そして広げてあげると、さっきの機能に加えてこちらにポケットがあります。 iPhone 17シリーズはなくなったんですけども、こちらに SIM カードを入れたり、左側に関しては SIM ピンを挿入することもできます。であとはここの部分に小銭を入れてあげて、でここの部分にカードを入れたり、で組み立ても簡単で、ここの穴をここの磁石の間に通すだけ、こんな感じでパチッとしてあげて、逆側も折りたたんであげて、これで結構頑丈になってるので、分解しようとしなければ全然剥がれちゃうとかそういった心配もありません。ここにクレジットカードとか、かなり入れられますね。カードも入れられるし、でここに小銭入れたんですけど、こっちの隙間に入れるのでも全然 OK で、あとはこれ背面のマグセーフの部分にこうやってペタッとくっつくので、ウォレットとしてもかなり使いやすいっていう製品になっています。普段はバッグとかにそのまま入れておいてもいいし、バッグ持ち歩きたくないっていう時はこの iPhone の背面にペタッと貼
貼り付けておいてこのまま持ち歩くっていうのもできます。スタンドとしてもすぐ使えるし便利な製品になってると思います。で今回 Apple Watch 11の発売に合わせてこちらのモフトの Apple Watch 用マグネット式シリコンバンドも発売されています。表と裏リバーシブルになっていて白いストラップとしても使えるし、片側だけ色を変えるとか両方とも青にするとか、そういったことができるバンドになっています。でこちらのバンドはバンドの部分がマグネット式になっているのでかなり着脱が簡単です。腕に置いてあげてあとはバンドを持ってくるだけで、あと取れるのが心配だよっていう人はこちらのバンドを止めるアタッチメントがあるのでこちらを押さえてあげれば引っかかって取れちゃうとかいった心配がありません。ただ僕腕かなり細い方なんですけど、腕細い人の場合はかなりギリギリになるのでちょっと腕太めな人の方がどっちかっていうと装着しやすかったりするかなと思います。リバーシブルのカラーと取り付けやすさ、取り外しやすさが魅力の Apple Watch バンドになります。 iPhone 17検討してる人はぜひこのケース、カードスタンド、Apple Watch バンド概要欄にリンク貼っておくのでぜひチェックしてみてね。ということで今回 iPhone 17、iPhone 11と iPhone 13と比べてどのぐらいスペック、仕様が変わったのかっていうのをチェックしていきましょう。今回空張りとかは省きます。まず画面サイズに関しては iPhone 11、13が 6.1 インチで iPhone 17になることによって 6.3 インチになります。 iPhone 11と iPhone 13に関しては同じ 6.1 インチなんですけども、ベゼルの太さっていうのが違ってまして、本体サイズに関しては iPhone 13の方が小さくなっています。 iPhone 13から iPhone 17になると 6.3 インチ、 0.2 インチ画面サイズがアップするんですけども、本体サイズはほとんど変わらずにこのベゼルの太さっていうのがさらに細くなっている感じになります。なので iPhone 13から iPhone 17画面サイズが大きくなって持ちにくくなるとかそういったことはないので安心してください。 iPhone 11から変えると結構小型になって持ちやすかったりします。で今回無印シリーズに関しては初めてのプロモーションディスプレイを搭載。プロモーションディスプレイに関しては今までのディスプレイは最大 60Hz って言って1秒間に60枚画面が切り替わるんですけども、今回プロモーションテクノロジーは最大120枚の切り替えになります。なので画面の滑らかさっていうのがめちゃめちゃ滑らかになります。でこちら滑らかになるだけじゃなくて1秒間に1回の書き換わりから120回の書き換わり、これが自動で調整されるのでバッテリーの持ちっていうのも良くなります。であとは常時表示ディスプレイって言って時計とかを常に表示しておくモードなんかもついてます。僕はでもこれあんまり使ってないですね。続いてダイナミックアイランドって言って今まではこんな感じのノッチだったんですけども、こんな感じのピル型の切り欠きになっています。それによってここに今再生してる音楽を表示させたり天気予報を表示させたりみたいなそういったことができたり、ここから音楽の再生一時停止だったり早送りとかそういったこともできるので、このダイナミックアイランドに関しても結構便利になっています。素材に関しては全てアルミニウムで一緒で、 iPhone 16からアクションボタンっていうのがついて、今までのマナーモードスイッチが横にスライドじゃなくてボタン式になりました。それによってマナーモードの切り替えもできるし、例えばボタンを押したら PayPay を起動するとかそういったアクションの設定もできるので、マナーモードボタンよりも機能性が高くなっています。これ意外と便利です。であとはカメラコントロールっていうボタンも今回ついていて、この電源ボタンの下のこの辺にカメラボタンがあるんですけども、こちらのボタンを押すことによってすぐにカメラを起動することができます。今までの iPhone だとなんかアプリ使ってる時にカメラ起動したいってなった場合は右上をスワイプしてコントロールセンターを出してカメラアイコンをタップしてカメラを起動するっていう形だったんですけども、この iPhone 17はどのアプリを起動してる時でもここにあるボタンを押すことによってすぐにカメラを起動してシャッターチャンスを逃さないっていう便利な機能があります。あとはスライドで倍率を変えたりっていう機能もあるんですけど、僕はカメラ起動ボタンとして使ってます。結構そういう人が多いです。続いて画面の強度なんですけども、 iPhone 11、iPhone 13と比べて iPhone 17はセラミックシールド2っていう新しいコーティングを採用していて、それによって3倍の傷の耐性があります。なので落として画面が割れちゃったとかそういったことが起きにくくなっています。ただ実際に試してみないと分かんないのと、あと鍵こすってディスプレイって傷つきがちなんですけども、そういったのもつきにくくなってると思います。防水性能に関しては iPhone 13と同じって感じです。 iPhone 11と比べると水深2メートルから6メートルになっています。続いて一番大事なチップなんですけども、 iPhone 11は A13、 iPhone 13は A15、 iPhone 17は A19 チップになっています。こうやってみるとコア数とか変わんないんですけども、1コアあたりの性能とかっていうのはもう全然違うのでスペックはかなり上がっています。なので重いゲーム、例えば原神とか名鳥とかそういったゲームをやる方に関しては最新の iPhone 17かなりいい選択肢になっています。でもパズドラとかモンストとかそういう軽いゲームであればこういった iPhone 11、iPhone 13とかでも全然動きますね。であとは今回ニューラルアクセラレーターを搭載したことによって AI 性能とかっていうのも強化されています。ただ今のところオンデバイスで AI 機能を使うっていうのはあんまりないので、そこまで気にしなくてはいいかなとは思います。このレイトレーシングに関しては影の描写をリアルにするってやつですね。これは対応のゲームだと変わるんですけども、対応ゲームっていうのはそこまで多くはないです。でやっぱ iPhone を変える上で一番大事なのがバッテリーの持ちですね。 iPhone 11は最大17時間、 iPhone 13は最大19時間に対して iPhone 17はなんと最大30時間ということで iPhone 11と比べ
べると倍いかないぐらい、かなりバッテリーの持ちっていうのが良くなってます。これちなみに一世代前の iPhone16 と比べてもプラス8時間ということで、かなり持ちが良くなってるので、 iPhone のバッテリー持ちを良くしたいっていう方はぜひ iPhone17 検討してみてください。 iPhone15 と比べてもプラス10時間、 iPhone15 の 1.5 倍なのでバッテリー持ちすごくなってます。続いてインカメですね。今までの iPhone っていうのは iPhone16 まで全て1200万画素のインカメラになってたんですけども、今回画素数が上がって1800万画素になりました。しかもこれセンターフレームフロントカメラって言って、今までのインカメラに関してはこう横長になっていて長方形のセンサーを使っているので、 iPhone を縦向きにしていたら縦向きの写真、横向きにしていたら横向きの写真っていう感じだったんですけども、今回は正方形のセンサーを使っていることによって iPhone 縦向きにしてる状態でも横向きの写真も撮れるし、横向きにしてる時でも縦向きの写真も撮れます。もちろん四角の写真っていうのも撮ることができます。どっちの写真動画を撮る時でも縦向きで構えておけば OK。 これかなり嬉しいです。インカメに関してはね iPhone あんまり進化してなかったので、今までで一番のアップデートになっています。であとはセンターフレームって言って正方形のセンサーからクロップして自分を真ん中に映すっていう機能だったり、あとはこちら超広角になっているので手ブレ補正も強化されています。あとはデュアルキャプチャーって言ってアウトカメラとインカメラ同時に記録することなんかもできます。でアウトカメラも結構違っていて、今回 iPhone17 にすることによって画素数が4800万画素になります。今までは1200万画素。これ iPhone11 とかの場合は 0.5 倍と1倍が画質劣化なしで、 iPhone13 の場合も1倍と 0.5 倍が画質劣化なしで、2倍ズームとかにすると画質劣化しちゃうんですけども、この iPhone17 にすることによって4800万画素、1倍の中の真ん中を切り出す画質劣化なしで2倍クロップっていうのができます。なのでカメラのレンズは全部2個で同じなんですけども、1倍だけじゃなく2倍もできるので、実質 0.5 倍、1倍、2倍の3眼みたいな感じで使うことができます。それだけじゃなくて、今までの1倍レンズっていうのは被写体にあんまり寄れなくて食べ物とかを大きく映すことできなかったんですけども、こちらは iPhone17 画質劣化なしでクロップすることができるので、今までよりも2倍被写体を大きく映すことができます。なので食べ物とかめちゃめちゃいい感じに撮れるので、そういった点も iPhone17 の魅力になっています。であとはもちろん2400万画素、4800万画素の高解像度で撮影することもできます。撮った後でズームしても綺麗になります。であと iPhone17 に関してはマクロ写真撮影にも対応しています。こちら超広角になるんですけども、本当に 1,2 センチぐらいまで被写体に寄ることができるので、かなりダイナミックに写真とか動画を撮ることができます。ただ超広角カメラで入れると結構周りが歪んじゃったりするので、個人的にはあんまり使ってないです。であとこれドルビービジョンの 4K60fps ってなってるんですけど、これはあんまり気にしなくても OK ですね。 4K60fps が撮れますよっていう感じで、フォトグラフスタイルに関してはフィルターみたいな感じ、人の肌の色を変えずに周りの背景とかの色を変えられるっていう機能になっています。これも僕はあんまり使ってないですね。広角ズームに関してはさっき言った通り2倍が新しく追加されています。で iPhone15 Pro そして iPhone16 から Apple Intelligence っていう Apple 製の AI 機能が新しく搭載されてるんですけども、現時点ではそこまで便利なものでもないので今のところ気にしなくていいと思います。ただ今後1年後2年後とか Apple Intelligence かなり便利になってくると思うので、長期間使うっていうことを考えると iPhone17 買うのかなりいい選択肢だと思います。であとは緊急 SOS とかに関しては一緒なんですけども、例えば車で事故を起こした場合とか、そういった時に自動で SOS してくれる機能とかを搭載しています。でここも結構大事なポイントで、 iPhone14 まではこのライトニング端子使ってたんですけども、 iPhone15 からこの USB-C 端子になりました。これによってイヤホンとかディスペンサーとか、最近の家電は USB-C になってるものも多いので充電器を使い回しできるっていうメリットがあります。 USB-C に関してはいろんなアクセサリーが豊富なので、テレビにつないで大画面で映像を映したり、ワイヤレスマイクを接続したり、 SD カードリーダーをつなげたり、そういったことが USB-C になることによってできます。なので利便性っていうのはかなり上がります。あとはライトニング端子は最大 18W ぐらいだったのに対して USB-C だと 25W、 iPhone17 だと多分 35W ぐらいで充電できると思うので、充電速度っていうのもかなり上がります。2倍ぐらいになるかもしれないですね、もしかしたら。なのでバッテリー持ちだけじゃなくて充電が速くなるっていういい点もあります。あとワイヤレス充電も全然違っていて、 iPhone11 は最大 7.5W、 iPhone13 は 15W、 iPhone17 は最大 25W になります。最新のワイヤレス充電器が必要なのでそこだけ注意ですね。であと容量に関しても今回最低が 128GB から 256GB に上がってます。ほとんどの人は 256GB で十分だとは思います。ただ動画を 4K でめっちゃ撮るよとか、そういった方は 512GB 選んでもいいと思います。ただ写真が1万枚とか10万枚あるよっていう人は 512GB を買うっていうよりかは、例えば Amazon のプライム会員月額だいたい500円ぐらいで入ることによって写真を無制限で Amazon フォトに保存できるっていう機能があるので、そっちにバックアップしてあげて 256GB で済ませるとかで、あとは僕は Google ドライブ 2TB を契約していて、そちらに写真とか動画をバックアップしてたりするので、
iPhone の容量はいつも一番下のモデルを選んでいます。基本的には一番下の 256GB で全然十分なのかなと思います。今使ってる iPhone の使用容量とかを加味して検討してみてください。迷ったら2頃でもいいような気がします。ディスプレイに関してはさっき言った通り 6.3 インチに大型化します。 iPhone 11の時は普通の液晶だったんですけども iPhone 17有機 EL ディスプレイになってるのでかなり黒が締まって見えます。この有機 EL 画質が綺麗になったっていうのもあるんですけども、個人的に一番いいのは iPhone ってホワイトポイントを下げるっていう機能がありまして、それを使うと iPhone 最大の明るさよりもさらに下げられる方法があるんですけども、そちらの時に液晶だと結構白っぽくなっちゃってかなり画面が見づらいんですけども、そういった時も OLED だと鮮明に映ってくれるので、そこが個人的には一番気に入ってるポイントです。あと OLED に関しては黒が発光しないのでダークモードにすることによってバッテリーの持ちも良くなったりします。であとはさっきのダイナミックアイランドと 120Hz、 この辺のディスプレイに関してはさっき紹介したやつですね。であとこれ PPI っていうのはピクセルパーインチって言って、高ければ高いほどピクセルが詰まっていてディスプレイの画質がいいっていう感じなんですけども、そちらは 460ppi になっています。 iPhone 13とかと特に変わらないですね。 iPhone 11と比べると画面かなり綺麗に感じると思います。あとここも結構大事なポイントで、画面輝度ですね。最大は625ニトで iPhone 13の場合は最大800ニト。この HDR っていうのは気にしなくて OK です。 iPhone 17の場合は標準が最大1000ニトなんですけども、屋外めちゃめちゃ明るいところだと3000ニトになります。なので iPhone 11の約5倍の明るさ。 iPhone 11とかだとねこう直射日光で全然画面見えないと思うんですけども、そういったところでも iPhone 17は余裕で見えます。なので外作業が多い方とかっていうのはこの3000ニトかなり恩恵あると思います。であとは最小輝度も1ニトということでちょっと暗くなっているので夜見るときも眩しくないっていうメリットもあります。重量に関しては iPhone 11は結構でかくて 194g だったんですけども iPhone 17は 177g になっています。13と比べるとちょっと重くなってますね。サイズ自体は大体一緒。カメラに関してもちょっと変わっていて iPhone 11は光学式の手ブレ補正だったのに対してセンサーシフト光学式手ブレ補正になっています。それによって手ブレ補正が強化されているのでよく動画を撮る人にとっては iPhone 17かなりいい選択肢になっています。空間写真って言って立体的な写真を撮る機能もあります。でも僕はあんまり使ってないですね。あとね iPhone 17に関してはマイクも変わっていて、今まではステレオ録音だったんですけども今回空間オーディオとステレオ録音に対応しました。これマイクが増えたことによって例えば風切り音ボーっていう音の低減だったり、あとはオーディオミックスって言って周りの雑音とかを除去してくれる機能なんかも使えたりします。動画にノイキャンかけられるみたいなそういったイメージでいいと思います。でインカメに関してはさっき言った通り正方形のフレームになっていてバッテリー持ちがかなり違いますね。 1.5 倍以上になるので、前の iPhone だとモバイルバッテリー必須っていう感じだったと思うんですけども、最近の iPhone だとモバイルバッテリー持ってかなくても余裕で1日持つので、そういったモバイルバッテリーなしの生活ができるっていうのも意外とメリットだったりします。であとは最近の iPhone だと 5G に対応するのと、今回 iPhone 17 Wi-Fi 7に対応しています。 Wi-Fi 6だと結構マンションとかだと他の家の電波で混戦して結構遅くなったりすることも多いと思うんですけども、この Wi-Fi 7に関しては最新の規格になっていて導入している人も少ないし混戦しづらいので安定した Wi-Fi 環境を作ることもできます。ただこれは Wi-Fi 7のルーターが必要だったりするのでそこを買う必要もあったりします。もちろん今まで通り Wi-Fi 6も使えます。であとは Bluetooth の規格も Bluetooth 6にアップデートされています。ただ Bluetooth 6のデバイスに関しては今のところあんまりないですね。最新の AirPods Pro 3も Bluetooth 5.3 になっています。もちろんこの旧機種でも使えます。であとはこの高単域チップっていうのは細かい位置を探せるみたいな、簡単に言うとそういった機能になります。あんまり使わないかな。スレッドもあんまり今のところ普及はしてないですね。 GPS は高精度2周波 GPS になっているので若干精度は良くなってるんですけど、今までのでも普通に使えたので個人的にはそこまで違いは感じてないですね。であとはこの辺のセンサーも若干変わってるんですけど、あんまり気にしないでいいと思います。で一番の懸念点が今回ここですね。今までの iPhone はナノ SIM っていう小さい物理 SIM が入ってて、で eSIM っていうオンラインの SIM カード両方使えますよっていう感じだったんですけども、今回の iPhone 17に関しては eSIM のみになりました。なので SIM カードっていうのが入んなくなっています。物理 SIM から eSIM に切り替える必要があるので、そこが機種変する時の懸念点になるかと思います。ただナノ SIM から eSIM に変更するのってめちゃめちゃ簡単なのでそこまで気にすることはないと思います。大手キャリアとかだとデータ移行する時に前の iPhone に入ってた物理 SIM を eSIM に変換しますかみたいな感じに出てくるので、その手順でやってあげてもいいし、もしかしたら SIM によってはできない可能性もあるんですけども、そういった場合は自分のキャリアのページにログインして eSIM に変更するっていう手順をすれば簡単に移行することができます。であと eSIM のいい点に関しては物理 SIM と比べて再発行が簡単になっているので、例えば iPhone 落としちゃったっていう時もすぐに新しい端末に SIM カードを入れることもできます。郵送とかも待つ必要もないですね。であと
と USB2.0 って言ってちょっと遅い規格なんですけども、昔の機種を使ってる人に関してはそこまで気にしなくてはいいと思います。という感じで今回 iPhone17 どの機種から乗り換えるべきなのか解説しました。今回ね iPhone17 進化が大きすぎて来年の iPhone18 はちょっとマイナーアップデートな感じになりそうなので、今年かなりいい買い時だと思うので、ぶっちゃけどの iPhone を持ってる人でも今回 iPhone17 に買い替えるっていうの全然いいと思います。そんぐらいね今回の iPhone17 魅力的な端末になってるので、ぜひ変えてみてください。で、一番安く買う方法に関してはショート動画出してますので、そちらのリンクも概要欄に貼っておきます。他にも iPhone17、iPhone17 Pro、そして iPhone Air のスペック解説の動画とか出してますので、ぜひチャンネル登録お願いします。以上、バイバイ。